さんこんにちは。本日紹介するのはプレパラートというソフトです。ポケモンでもモンハンでも何でもいいのですが、プログラマが作成した生き物しか登場しないというのが非常に嫌でした。そこで、ゲームを作ったプログラマですら、どんな生き物が現れるかわからない、そんなゲームを目指して作ったのがこのプレパラートになります。ゲームを作成した本人ですら予測不能にするために、このゲームでは実際の生き物の仕組みを真似することにしました。すなわち、その体の設計図は DNA に書かれており、細胞分裂を繰り返して形を形成する仕組みを再現するわけです。そして、突然変異と淘汰を繰り返すことで、想像もしない多種多様な生き物が存在するゲームを作りたかったのです。しかし、生物に関する知識が高校1年生で止まっている私にとって、わからないことが多すぎました。DNA が生物の設計図であるというのはいいとして、それと細胞分裂によって体が形成されていく間がどうしても埋められません。誰か体を組み立てる第三者がいて、その存在が DNA を見ながら細胞を並べるのであれば理解はしやすいです。DNA には、手が何本でどんな形をしていて、どこに生えているかなんてことが書いてあれば良いのです。しかし、実際の状況は違います。個々の細胞が設計図を持っていて、周りもろくに見えない状態で、細胞分裂を繰り返して形を作るのです。真っ暗闇の中で集団演技をするようなものです。細胞たちはどうやって互いの相対位置を知るのでしょう。なぜ同じ DNA を持っているのに、自分が皮膚になる細胞だとか、骨になる細胞だとかわかるのでしょう。正直よくわからなかったので、もう適当に自分で考えることにしました。なぜ同じ設計図を持っているのに、それぞれ自分の役割を把握できるのか。この問題に対して、本としおりを用いた方法を考えました。つまり、どの細胞も同じ設計図、本を持っているが、挟まれているしおりの位置が異なり、細胞ごとで読み出し位置に差異が生まれるようにすれば良いのです。そして本に書かれているのは、細胞に対する指示であり、ここでは次の4つを定義しました。これによって、いろんな形を作れる気がします。例えば次の本は4つの細胞が四面体を形成しながら、自己増殖するように書いてあります。これを元にして、突然変異を繰り返しながら、どんな生き物が誕生するのかを見てみましょう。ひとまずこの生き物を培養します。この世界の唯一のエネルギー源は太陽からの光であり、ここでも光を当てることで培養しています。ある程度増えたところで突然変異を導入します。どんな生き物が誕生するのか楽しみです。しばらくシミュレーションを続けていたある日、ログデータの中に気になるピークを見つけました。これはある時刻における細胞群の平均的な高さを示します。つまり、このあたりの時刻で、細胞が平均して12の高さにいることになります。細胞の半径は最大で 0.2 程度なので、これは明らかに細胞が何らかの方法で高い位置に移動していることを示しています。これは早くも草や木のようなものができているのかもしれません。早速見てみましょう。はぁ、何か細胞が降ってきてます。どうやら比較的軽い単細胞が空気中で増殖を繰り返しているようです。ちなみに、ほとんどの細胞が緑色なのは、緑色の光のエネルギー変換効率を一番低く設定しているためだと思われます。また、空気中で増殖する細胞のせいで、地上にはほとんど光が届いていないため、地上にいる細胞は降ってくる細胞を食べることで生きながらえているようです。さらに時間を進めると、フィールド一面を苔のようなものが覆うようになりました。試しに一つ引っ張り出してみると、このような形をしています。エネルギー分布を可視化すると、先端にエネルギーを集中させているようです。この生き物の興味深い特徴として、このように引っ張り出して広げてやると、自らバラバラになってしまうことが分かりました。周囲に他の細胞が接している場合にはこのようなことは起こりません。各細胞はニューラルネットワークを持っています。これは神経の役割を果たすように導入したものです。これによって細胞は周囲の細胞と信号をやり取りし、また、接触や光といった外部の刺激に反応することができます。どうやらこの生き物は、他の細胞が接していない時には、より外側の細胞に自身の全てのエネルギーを流そうとするようです。それによってエネルギーを失った細胞は死滅し、結果的にバラバラになったということです。実は、結合している細胞は、周囲の細胞との信号のやり取り等で、孤立している細胞に比べて多くのエネルギーを消費します。したがって、孤立状態でいた方がエネルギー消費を節約できます。しかし一方で、孤立状態の細胞は、他の孤立状態でない細胞に食べられてしまいます。そこでこの生き物が取った戦略は、周囲に捕食者がいないと考えられる状況ではエネルギーを偏らせてバラバラになるというものなのだと考えられます。いかがだったでしょうか。本当はもっと多種多様な動植物が発生することを期待したのですが、シミュレーション可能な細胞の数も限られており、苔やカビを育てるゲームとなってしまいました。プレパラートという名前もそこから来ているのですが、友人にこのことを話したら、それを言うならシャーレじゃねと突っ込まれてしまいました。そういうわけで色々と残念なこのゲームですが、もっと長時間進化させれば、そのうち動物のようなものも出てくると期待しています。ご清聴ありがとうございました。